ベルトスクロールアクションコレクション2。収録タイトルはこれだ。2018年9月20日にカプコン往年のベルトスクロールアクションの名作たちを集めたカプコンベルトスクロールアクションコレクションが発売されているが、まだその続編となるカプコンベルトスクロールアクションコレクションボリューム2が発売されていないじゃないか。そしてあの作品がまだ現役ハードに移植されてないじゃないか。ということで今回は、もしカプコンベルトスクロールアクションコレクションボリューム2が出るとしたらこんなタイトルかなというのを予想してみました。久しぶりにベルスクやると面白い。それでは見てください。1本目、まずはこの作品だろう。エイリアン VS プレデター。1994年5月23日に稼働開始した古いながらも未だに根強い人気があり、今でも探せば稼働しているゲームセンターはあるみたいだ。私が住んでいる地域は残念ながら古いゲームセンターがほぼ壊滅しているので探すことはできなかった。その出来はベルトスクロールアクション屈指の激ムズ鬼畜ゲームでも有名なこのエイリアン VS プレデターのコンティニューできるプレイヤーはいるのかと思うぐらいのゲームの難易度。ファイナルファイトのソードムから始まったカプコンベルスクの伝統でもあるステージ2のボスのレイザークロスは素早いしリーチ長いしマジで強い。プレイキャラが高性能ということもあり操作が複雑になったのもハードルを上げた理由の一つ。そして最大3人プレイができるのだが、正直この3人プレイできる筐体近所のボーリング場にあったぐらいしか記憶がない。その隣では4人プレイできるキャプテンコマンドが置かれていた。そんな特殊な筐体ということもあり、だいたいゲームセンターで見るのは2人プレイまでしかできない通常の筐体。せっかくのマルチプレイがなかなか楽しめなかったのが実情。大量に出てくるエイリアンやスタイリッシュでかっこいいプレデター、原作への愛を感じる作りになっており、中にはベルトスクロールアクション最高傑作というものもいるぐらいよくできている作品。カプコン自体も移植したかったのだが、エイリアン VS プレデターという版権は FOX が持っておりかなり難しいみたいだが、日本未発売になるが2019年10月25日にアーケードスティック型ゲーム機カプコンホームアーケードにて初移植されている。もしかしたら希望が持てるかも。いやいやスーパーファミコンでエイリアン VS プレデター移植されてんじゃんと言われそうだが、あれは1993年1月8日に発売され、このアーケード版よりも早い発売。カプコンでなく IGS からリリースされ、ジャンルは同じベルトスクロールアクションだが爽快感がなくマジでクソゲー、全くの別ゲーになっている。じゃあゲームボーイはと言われたら、あれも同じ IGS からの発売で全てにおいてクソでしかなくマジでヤバい特級呪物。まだ先ほどのスーパーファミコンエイリアン VS プレデターの方がマシに思えるぐらいクソ。そんなこともあり1本目はこのエイリアン VS プレデターを収録してほしいタイトルに選んだ。2作目はこの作品。1994年1月に稼働開始したダンジョン&ドラゴンズタワー・オブ・ドゥーム。題材はアメリカで人気 TRPG ダンジョン&ドラゴンズが題材。魔法ファンタジー世界のベルトスクロールアクション。どことなく同じカプコンのキング・オブ・ドラゴンズと似たような雰囲気になっている。そしてこのダンジョン&ドラゴンズタワー・オブ・ドゥームは最大4人プレイができるのだが、ゲームセンターでは私はその筐体を見たことがない。2人プレイしかできない筐体がほとんどで、1回だけ対戦台のように2台を1台につなげて力技で4人同時プレイができるようにした筐体を見たことがある。そんな本作タワー・オブ・ドゥームだが、ゲームシステムはある意味ではベルトスクロールアクションの完成形に近いシステムになっており、ダッシュはもちろんアイテムなどが使用できるシステム、そしてナイツ・オブ・ラウンドで使用できた進化したガードシステムも使いやすくなり、大喜利、大打ち攻撃、スライディングなど多彩なアクションが楽しめる。しかしそのため操作が複雑化したこともあり、ライトユーザーには厳しいシステムのためある程度プレイして慣れる必要がある。そして問題点といえば全体的に動きが遅く CPU が強い高難易度ゲームとしても有名タイトル。日本国内ではセガサターン版とプレイステーション3で移植されているが、両方とも高額ソフトなのでぜひともこのベルトスクロールアクションボリューム2に収録してほしいタイトル。3本目
もちろんこのタイトル、ダンジョン&ドラゴンズシャドウオーバーミスタラ、先ほど2本目に紹介したタワーオブドゥームの続編になる。前作から新キャラクターとしてシーフとマジックユーザーの2キャラが追加。そして不満点が多かった操作システムも見直され、特殊技が格闘ゲームのようなコマンド入力になり、ボタン同時押しでメガクラッシュが使用できるようになったりと、操作システムは改善されたが、相変わらずの複雑な操作は変わりない。なので前作からプレイした猛者はいいのだが、新規プレイヤーにはやはりハードルが高かった。そして前作から引き続きゲーム難易度は相変わらずの鬼畜仕様になっている。複雑な操作に加え、全体的に敵が強い。そして何より全体的にボスも当たり前のように強い。そしてこういったベールスクの醍醐味でもある多人数でのマルチプレイ。ほとんどのゲームではみんなでワイワイ楽しくプレイする分簡単になるのだが、このシャドウオーバーミスタラに関しては全くの逆。むちゃくちゃやり込んだ修羅同士なら簡単になるみたいだが、ちょこっとゲームが上手だぜレベルのプレイヤー同士だと逆に難しくなる。なんだかんだとカプコン屈指のベルトスクロールアクションの名作。アイテムや多彩なアクションを使いこなしたら正直これほど面白いベルスクは他にはない。この後にバトルサーキットがリリースされているが、あれはあれで面白い作品なのだが、このダンジョン&ドラゴンズシャドウオーバーミスタラがカプコンベルトスクロールアクションの中で一番の傑作というものも多い。ファイナルファイトのようにシンプルな操作で戦うベルスクもいいが、多彩なシステムを使いこなしてプレイするこのダンジョン&ドラゴンズシリーズもいい。前作同様セガサターン版とプレイステーション3版があるが、どちらも高額プレミアソフトになっており、なかなか手が出せない価格。そしてなぜか日本でリリースされていないスチーム版。そんなこともあり、ぜひとも移植してほしいタイトルになっている。4作目、こちらはすでにカプコンアーケードスタジアムにて移植されているが、1984年に稼働開始した天地を食らう。なぜ前作ベルスクコレクションには天地を食らう2が収録されているのに、なぜこの天地を食らうが収録されてなかったんだ。あれはあれで面白いが、私はこっちの天地を食らう方の方が好きなんじゃ。他のベルスクとは違い、奥、中央、手前の3ライン制になっており、自由自在に動き回ることができない。2つのボタンによる左右の攻撃の使い分け、ため攻撃の真空剣、連打で発動する流星剣、策略を使いながら進んでいく、馬に乗ったまま戦うといった独特のシステム。当時クソハマったタイトル。この天地を食らうでしか味わえない爽快感がある。家計以外はクソの策略。ファミコン版天地を食らうは全く違う RPG になったのかな。もちろん天地を食らう、天地を食らう2両方ともプレイした。5作品目もすでに移植されているタイトル、パニッシャー。1993年に稼働開始したカプコン初のマーベル作品。1994年に稼働開始した X メンチルドレン・オブ・ザ・アトムより早く稼働している。ゲームシステムはプレイキャラがとにかく高性能なのが特徴。操作は1レバープラス2つのボタンでシンプルな操作だが、弾丸制限はあるが、手榴弾がむちゃくちゃ強く、ガンモードになるとむちゃくちゃ性能がいい。自動エイム、そして弾数制限なし、しかも近距離攻撃まで出せる高性能っぷり。そんなこともあり、本作はカプコンのベルスクの中でも難易度は比較的控えめ。海外版と国内版仕様が違っていたりと珍しい作品でもある。恒例となるマーベルからのクレームも本作ももちろんあったみたいだ。移植作品は日本未発売タイトルしてメガドライブ版マーベル VS カプコンファイティングコレクションのボーナストラックで収録されている。あえて収録してほしいタイトル。なんだかんだとこのパニッシャー面白い。6作品目、これが収録されれば初移植となるのがキャデラックス恐竜新世紀。元ネタはアメコミが原作のベルスク。日本ではアニメが放送されていなかったので、アニメ原作のゲームと知らないでプレイしていたものは多いだろう。私はその一人だ。操作システムはシンプルで1レバーと2つのボタンでの操作、ダッシュができる仕様になっており、攻撃力が高く爽快感があるものの、逆に敵の攻撃力も高く、あっという間にやられてしまうほどの難易度になっている。独特な雰囲気もあり、カルト的な人気のある作品でもある。日本では原作がほぼ知られていなかったこともあり、正直埋もれてしまった作品。しかしアメリカでは原作が人気
期だったこともあり大ヒットしたみたいだ。ぜひとも移植してほしいタイトル。ボーナスタイトルとしてアーケード版ウィロー。1988年に公開された同名映画を題材になっているアクションゲーム。プレイキャラは主人公のウィローと放浪の剣士マット・マーティガン。ウィローは飛び道具のマジックボールに対し、マット・マーティガンは剣で攻撃するのでリーチが短いといった全く違う性能のキャラクターを交互に操作しながら進めていくといった変わったシステム。良質なアクションゲームになっている。おいおい、ウィローファミコンでも出てんじゃんと言われそうだが、あれはゼルダの伝説のようなトップビューのアクション RPG なので全くの別ゲーになっている。今まで移植されていないタイトルなのでぜひとも収録してほしいタイトル。今回はもしカプコンベルトスクロールアクションコレクションボリューム2が出るとしたら、このタイトルを収録してほしいというタイトルを選びました。もしこのタイトルが出たらベルトスクロールアクションと合わせたらカプコンのアーケードゲームベルトスクロールアクションが全て遊べるようになるんですよね。エイリアン VS プレデターキャデラックスはぜひとも移植してほしいタイトル。カプコンのアーケードタイトルでこんなのも移植してほしいなってタイトルありましたらコメントにて教えてください。今回の動画はこれでおしまいです。これからもいろいろな動画作っていくのでチャンネル登録高評価お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャ